皆さんごきげんよう。美魔女が年齢を重ねる希望と具体策を語る美魔女スタイルです。私は第14回美魔女コンテストグランプリ中村美鈴と申します。49カラットです。本日のテーマは40代でやっておかないと後悔する美容です。ぜひご覧ください。それではレッツ美魔女。40代でやっておかないと後悔する美容、それはやはり保湿なんです。私はアメリカの美容皮膚科学会でも発表された通り、保湿と UV ケアに特に気を使っております。で、保湿につきましては8年前にアロマセラピストの資格を取得いたしまして、その際に使いましたこのホホバオイルというのを使うようにしております。簡単なんですけれども、こちらのホホバオイルに皆さんがラベンダー精油ってご存知でいらっしゃいますか？だんだん本当に40代50代になってきますと更年期障害で悩まれる方もいらっしゃると思うんですけれども、こちらのラベンダー精油はとても快眠効果もありますし、鎮静ですとか心を鎮める効果も大変優れております。この万能な精油をこちらのホホバオイルの中にもうご自身の好きなだけトントントンと垂らしていただくと、それだけでもう保湿剤の完成になります。で、今私もちょっと緊張してるんですけれども、この本当にラベンダーの香りがすごく癒されて心が落ち着きます。なので皆さんも本当に日々の育児や家事や疲れが溜まっていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、こういう少し生活の中にアロマの香りを入れることでリラックスする時間も持たれるとよろしいかと思われます。まずこのホホバオイルを手にだいたい500円玉ぐらい取っていただきます。それをちょっと温める形で自分の手で、ただこのままもう顔に塗ります。できるだけ下から上に持ち上げるようにして塗っております。で、このホホバオイルは顔だけではなく首から手、足など全身に塗っていただけます。私がホホバオイルを使い始めたきっかけなんですけれども、息子が小学校受験をするにあたって私も何か勉強を始めようと思いまして、その時にアロマセラピストの資格を取ろうと思いました。で、本当に大人になってから資格を取るのっていうのは若い時と違って吸収力が全然なくなっている自分に驚きながらも日々勉強し、だいたい週1回ぐらいスクールに通いながら2年間かけてアロマセラピーのまずはインストラクター検定順にどんどん行きまして、一番最後にアロマセラピストという資格取得まで至りました。主人が産婦人科医をしておりまして、そこのクリニックでもアロマセラピストの方にアロマテラピーというのをしていただいて、そのトリートメントでとても癒されるというお声をよく聞いていたので、私も何かそのお手伝いができたらと思いまして始めました。20代の時は本当にCA という職業柄世界を飛び回る機会にも恵まれておりました。で、その時はラグジュアリーなコスメもたくさん使ってきたんですけれども、どのコスメももちろん素晴らしいところもたくさんありましたが、やはり最後はコスパもよく使いやすくすぐ手に入るコスメということでこのホホバに惹かれてしまいました。そこからもう本当に8年間ずっと使い続けてるんですけれども、実は私に会ったことがある友人などもほっぺたとか肌が綺麗でいいねって褒めてくれる方には必ずおすすめしています。本当にコスメっていろいろありますし、人それぞれ合うものっていうのは違うと思うんですけれども、自分に合ったものっていうのを見つけられることがまずは大切だと思いますし、それを継続して使った時にどのぐらいその効果があるか、他の方が判断するっていうよりも自分の鏡を見た時にどれぐらいテンションに上がるかっていうことを意識していただきながら、乾燥に強いっていうのがこのホホバの特徴でもあります。もともと取った資格が AEAJ という生活の木が母体となっている資格でありますので、生活の木で普段買うようにしております。今これ 60ml なんですけれども、全身使っておりますので、だいたいこれで1ヶ月は持ちます。で、そこにこのラベンダー精油っていうのはだいたいこれ1本で1000円程度なんですけれども、これ全部使わないのでだいたい半分
分から3分の1ぐらい使っていただくだけですので、1月の全身の美容代が1300円ぐらいで済んでしまいます。もともとできるだけ時短になおかつシンプルなものを心がけております。それはやはりスーツケース一つで世界を旅する時に物が多かったりですとかすると、どうしても時間がかかってしまったり、なかなかそのショーアップ時間っていうのも遅くなってしまったりしてもいけなかったので、よりシンプルにできるだけ時短にするように心がけております。でそれもあってか、本当に私の美容はシンプル美容でして、これをもう本当顔と全身に塗るだけという、他にも美容液ですとか化粧水とかそういったものは一切使わないようにしております。朝も晩もシャワーを浴びた後に体を拭くより前に、まずは顔に塗ってから体をタオルで拭いて髪の毛を拭いてっていう風にしております。デリケートゾーンにも全然塗っていただけますので、そういったオイルです。ただ一番初めに使われる前にどうしても天然のものですので、体の柔らかい部分、例えば二の腕の中側だったりするところにちょっとパッチテストをしていただいて、それが赤くなったりですとか、ちょっと普段と違うような症状が現れた方はあまりおすすめはいたしません。40代でやっておかないと後悔する美容2つ目、こちらも本当に当たり前のことなんですけれども、UV ケアになります。やはり日に焼けてしまいますと、シミですとかそばかすの原因にもなります。シワの原因にもなります。ですので UV ケアはとても大切にしております。ずっとこれももう3年ほど使い続けているのがこちらのラルッシュポゼになります。でこちらも SPF が50というかなり高い数値になっておりますので、ホホバオイルの後にちょっとベタベタしている状態でも小さいパールぐらいですかね。私は本当にこれぐらいなんですけれども、これぐらいの量顔にただ塗っております。まず鼻で、ここでただこうやって塗ってます。はい、基本的には顔に塗り忘れがないようにしております。特に年齢重ねると首にも年齢が出やすいと言われておりますので、首元にも塗るようにしております。できるだけシワができそうなところには気をつけて塗るようにはしております。このラルシュポゼですけれども、すごく大人気商品ですので、ぜひお手に取ってお使いいただけたらと思います。もともとこちら下にこのオイルが塗ってあるせいか、普段これだけでも全然伸びはいいんですけれども、さらに伸びはよくお使いいただけると思います。夕方とか午後、お化粧直しをするのがすごくちょっと時間がかかったりして面倒くさいかなって思うようになりまして、そんな時にコロナもありまして、結構友人たちもマスクをした後が化粧崩れっていうのが割と目立ってしまってるなっていうのを目の当たりにして、私はそこからファンデーションを使わないようにしました。40代でやっておかないと後悔する美容3つ目は美容医療です。シミはだいたい10年に一度程度、ピコスポットという機械がいいと聞きましたので、その機械で先生にお願いしてシミ取りをしていただきました。で最後に通いましたのもだいたい3年か4年ぐらい前になるんですけれども、そこから今はもうシミは特に気にはならなくなってるんですけれども、どうしてもシミっていうのもメラニン色素が記憶しているものでまた出てきてしまうので、きっとまた気になるようになったら拭くことになるとは思うんですけれども、シミ取りは私はクリニックっていうよりどちらかというと機会があるところを探していくようにしています。で前回私がお伺いしたところは心斎橋にありますデュアルクリニックというクリニックに行ってシミ取りをしていただきました。でシミの次に気になるのがシワだと思います。ノーファンデーションでいるためにはボトックスをしております。でボトックスはいろんなメーカーがあるんですけれども、私はアラガン社のボトックスビスタという製剤を使っていただいております。アラガン社という会社は品質の管理ですとかそういったことを徹底されている会社だそうですので、そういったところも気をつけてメーカーを選ぶようにしております。シミ、シワ、最後くすみなんですけれども、ピコトーニングというものがあるクリニックに通うようにしております。で今までだいたい1年に10回程度を3年間通いまして、30回程度のピコトーニングをしていただいて、ほぼ今くすみがないかなという
状態ですので、今はくすみに関しては特に治療というものは行っておりません。はい、大阪の茶屋町にありますセレクトクリニックに伺いました。シワに関しましても大阪の茶屋町にありますセレクトクリニックに通うことが多いです。で、だいたい3ヶ月から4ヶ月に1回でボトックスっていうのはどうしてもあまりにも頻度が短くなってしまいますと耐性ができて効かなくなってしまうという話を先生から伺いましたので、だいたい自分の中でアイラインが崩れてきた時がちょうど狙い目かなと思いまして、その時を見計らってそれがだいたい 3,4 ヶ月にちょうど1回になります。タイムレスビューティー、私の美容法いかがでしたでしょうか。本当に私はできるだけシンプルに、そして簡単な美容を心がけております。で、実は眉毛も唇もアートが入っておりまして、アートメイクは、宝塚にあります中村産婦人科でいたしました。本当に時短ということにはこだわっております。それはやはり子供を育てていく中でどうしても朝メイクする時間が少なかったりですとか、それでちょっとでも簡単に楽な美容ということで今日は皆さんにお勧めさせていただきました。では皆様、美魔女スタイルのチャンネル登録、いいねボタン、コメントぜひよろしくお願いいたします。では皆さんで一緒にきれいになりましょう。またお会いしましょう。